今日は EDM が誕生する直前の音楽、ディスコのスタイルを解説するよ。 EDM とは電子的な音を使用するダンスミュージックのこと。ではダンスミュージックに電子音が使われるようになったのはいつからか。それがちょうどディスコの時期だよ。ディスコは最初の EDM だとも言えるね。最も初期のディスコは生演奏で電子音が全く使われない曲も多い。だからディスコは EDM に含めないという考え方をすることもあるよ。ディスコは等間隔のリズムと華やかな楽器編成が特徴の音楽。シンプルな等間隔のバスドラム、いわゆる四つ打ちが一番の特徴だね。この四つ打ちはその後の EDM に多大な影響を与えたリズムになる。一方で生演奏時代の華やかな楽器編成が残っているのも特徴。ギター、ストリングス、ブラス、ピアノなどいろいろな楽器が使われる。スノだとピアノと弦楽器系の音が使われやすい傾向があるかな。ディスコはソウルとファンクから派生した音楽ジャンルになるよ。だからボーカルはソウルフルでベースはファンク風に動き回る。ユーロディスコは名前の通りヨーロッパ側のディスコ音楽のこと。ディスコはアメリカのディスコ音楽だからソウルやファンクの影響が強い。一方でユーロディスコはソウルなどアメリカの音楽の影響が弱いよ。そしてアメリカのディスコよりも電子音が多用される傾向が強いね。ユーロディスコはユーロダンス系のさまざまな音楽ジャンルの由来となった。つまりユーロビートのご先祖様だよ。日本ではこう言うと分かりやすいかな。ブギーは末期のディスコ音楽。ディスコが衰退した後の音楽だね。大規模な楽器編成が使いにくくなり楽器数の少ないシンプルな編成になった。それと R&B などの影響で四つ打ちからスネアを強調するリズムに変化したよ。これはブルースのブギウギとは全く関係のない音楽だけど、スノだと小文字でブギーと入れてもブギウギ風の曲になっちゃうよ。でも頭文字大文字のブギーならちゃんとディスコ音楽になってくれる。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。ディスコ音楽のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。ディスコ音楽は時代が進むにつれて電子音が多用されるようになった。そしてディスコが衰退した後には本格的な EDM ジャンルが誕生したよ。現代まで続いている EDM ジャンル、
ハウスはこの時誕生した音楽だよ。シカゴハウスは最初期のハウス、そして最初期の EDM でもある音楽。ディスコのリズムを残しつつも演奏を極端にシンプルにしたよ。ディスコから派生した音楽なのでディスコの雰囲気も結構残っている。フレンチハウスはもう少し後の時代のディスコをテーマにしたハウス音楽。フィルターなどの音の加工が強くてより現代的な EDM の音に近い感じかな。エレクトロはハウスとは関係がない。ディスコから派生した別の音楽だよ。本来のエレクトロはブギーとヒップホップの要素が強い音楽。ただその後エレクトロとハウスを混ぜたエレクトロハウスという音楽が誕生した。スノはこのエレクトロハウスの影響でエレクトロもハウス風になってしまう。スノのエレクトロは本来のエレクトロと少し違う音楽になっちゃうんだけど全然違う音楽ってわけでもないかな。ディスコ、ハウス系の音楽にはなるよ。エレクトロはディスコやハウスよりも激しく歪んだ電子音を使うのが特徴だね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。靴の音が響き出す。息を吸って吐き出して心臓が鳴る速さで世界が息を止める。息を止める。ディスコ、ハウス系のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。ハウスはディスコから直接派生した EDM だからディスコの影響が強い。ファンキーハウスやディーバハウスなどディスコ系ハウスは他にも多いね。イギリスの EDM に強い影響を与えたガレージハウスもディスコ系ハウス。今回の動画は実はエレクトロをテーマにする予定だったんだけどディスコからエレクトロにするよりもディスコからハウスの方が自然だからね。エレクトロの派生音楽はまた別の動画ポストパンクの流れで紹介しようかな。それじゃまたね。